はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。今日は雨が降ってるのと、あと自作バラが咲いている子が少なかったので、傘を差して交配苗を置いている空き地に来て撮影しています。この子はお母さんがミステリウスで、お父さんがフリージアです。ミステリウスの渋いお色をよく受け継いでいますね。お花を近づけますと、ティーのとてもいい香りがしています。フリージアに少し似てるかなと思います。お花が雨をたくさん吸っているので、手を離すとこのように倒れてしまいます。もうすでに黒点病も出ていますが、この子は去年咲いた時のことも結構覚えてます。印象に残っている子です。とてもお気に入りです。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子も両親がわからないようになっています。花びらの内側が黄緑がかった黄色が入っています。お花を近づけますと、落ち着いた感じのダマスクの香りを持っているようです。この子も雨でお花が重たくなってしだれちゃってるのかなと思います。それから黒点病も少し出ていますね。はい、こちらは2020年に交配した私の自作バラです。お母さんがミステリウスで、お父さんはフリージアです。整ったお花形ですね。お花を近づけましても、今ちょっと香りがわかりません。良い香りがしそうなバラなのに残念です。黒点病も少し出ているようですが、つぼみもそれなりに上がっていますので、お花つきはいいバラのような気がします。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルヒュームで、お父さんはキャラメルアンティークです。ちょっと前にこの子とそっくりなこのように小さいお花が咲いた覚えがあるのですが、二番花ではないですよね。後で調べてみます。で、お花を近づけましても、この子も残念ながら香りはわからないようです。黒点病は出ていますが、お花つきはそれなりに良さそうです。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがアプリコットドリフトで、お父さんはハイディクルムローズです。で、お花を近づけますと、この子はしっかりとティーの香りを持っています。全体像としてはこんな感じで、花つきも良さそうですし、大病性も割とありそうに見えます。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんはカーディナルヒュームなのですが、お父さんがわからなくなっています。で、お花を近づけますと、フルーツの香りがかすかにしているようです。この子も黒点病は少し出ていますが、つぼみも3つほど他に上がっていて、花つきは悪くないようです。
こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子も残念なことにお母さんとお父さんがわからなくなってしまっています。お花を近づけますとうっすらとティーの香りがするような気がします。つぼみがもう一つ出ていて大病性も悪くないような感じです。で、こちらにも新しい芽が芽吹いていました。いつ鉢を分けようか悩むところです。はい、こちらは2019年に交配した私のオリジナルのバラです。で、この子も両親がわからなくなってしまっています。お花を近づけましても香りも今ちょっとわかりません。それと2019年に交配したバラですが、今年初めて咲いたみたいです。ここ 2,3 日強い雨に打たれたりしたのでお花がよくわからない感じです。次回によく観察したいと思います。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフュームで、お父さんはだんじり林02です。我が家でだんじり林をお父さんに使用した交配バラはお花がものすごく小さい子が目立つような気がします。黒点病が少し出ているのと、あとこの子もちょっとお花がよくわからないので次回観察したいと思います。香りもお花を近づけても今ちょっとよくわからない感じです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。